ここが好きだよ日本人へようこそ。日本の歴史、文化、伝統、生活習慣などを同時に体感できる場所といえばどこでしょうか。さまざまな観光スポットなどが思い浮かびますが、なるほど、確かにここに尽きるかもと誰もが納得の宿泊施設がこの動画の舞台です。最初は苦手意識から気乗りしなかった海外の女の子が、ここが大好きになっちゃった、日本って本当に最高と笑顔で語るその魅力を皆さんと一緒に確かめていきましょう。はじめまして、私はスージー。ロサンゼルスのフラワーショップで店長を任されて3年目の29歳。大好きなお花に囲まれる仕事は子供の頃からの夢だったけれど、お店の経営って本当に大変。それでも毎日ものすごく楽しいし、もっともっとビジネスを勉強してみたいし、結婚はもう少し先になるのかな。少し前までの私にとっての日本は遠い外国というよりもパパの仕事先ってイメージだったわ。パパは私が小さかった頃から日本やアジアの国々を飛び回っていたし、去年からは日本にステイしているの。日本が大のお気に入りになったみたいで、いろいろなことを知らせてくれたわ。だけど正直そんなに興味もなくて、パパには悪かったけど適当にチラ見する程度だったわ。これが良くなかったのか、日本の文化や生活習慣に勝手な苦手意識を持ってしまったみたい。例えば硬い畳の上に布団を敷いて寝るなんて地べたでゴロ寝するってことでしょ。それから時代劇ってドラマを見ていると、扉や窓にはガラスの代わりに薄い紙が貼られているだけだし、鍵もついていないみたいだし、これってさすがに不用心すぎない？そして一番びっくりしたのが温泉街の宣伝動画。泥なのかサビなのかわからないけど、赤茶色のぬるぬるのお湯に大勢の人が肩まで浸かっていたの。これが入浴だと言われてもとても受け入れられなくって、絶対やらせだって思ったわ。こんな風にごく最近まで日本は私にとってかなり微妙な外国だったの。ところがある日パパから、次のサマーバケーションを利用して日本で家族集合だ、温泉旅館に案内するぞってメッセージが届いたの。ママと大学生の妹は大喜びだったけど、私は正直複雑だったわ。そりゃあパパに会えるのは嬉しかったし、海外旅行もワクワクだったけど、よりによって温泉旅館だなんて冗談きつすぎるよパパ。急な勾配を登り続けてようやくたどり着いたのは小さな電車の終着駅。改札口を出ると、ずいぶん昔の日本にタイムスリップしたような風景が出迎えてくれたわ。民芸品っていうのかな、私の国のお土産とは全然違う商品が店先にあふれていて、妹は早速お買い物モードにスイッチオン。しばらく歩くとツンと鼻をつくような不思議な匂いに気づいたの。それが天然温泉の硫黄の匂いだとパパが教えてくれたわ。私たちが泊まる温泉旅館は今回訪れた温泉街の中でも老舗と言われる立派な鉄筋の建物だったわ。私が勝手に思い込んでいた薄い紙が貼られただけの弱々しい木の扉など見当たらなくて、ちょっとだけ安心したような、あれって感じだったかな。和服姿のスタッフのピタリと揃ったいらっしゃいませの声にビクンと驚いてしまった私と妹を見て、パパは笑いをこらえていたわ。薄紫の着物姿に目を奪われていたら、ここで靴を脱ぐんだよと教えられて、またしても新たなカルチャーショック。嘘でしょ？
部屋の外で靴を脱がなきゃいけないの？この先どんなことが待っているんだろう。日本の温泉はリラックスできる施設のはずなのに、私はこの時カチンコチンに緊張していたわ。通路じゃなくって廊下ですれ違う多くの人たちはみんな同じ色柄の薄っぺらな着物姿。浴衣って言葉はなんとなく知っていたけれど、腰紐が緩んでしまったらどうするんだろう。あんな格好で部屋の外を歩くなんてすぐには理解できなくって。私からすればバスローブ姿と一緒なのに、売店やゲームコーナーなどの多くの人が集まっている場所まで浴衣姿だらけ。そんな不思議な光景をいくつも目の当たりにしながら、ようやく私たちが泊まる部屋の前にたどり着いたの。普通だったら入り口で引き返すはずのスタッフさんが遠慮なく私たちに続いて部屋に入ってきたことに、またしても小さくびっくり。日本語でいろいろ説明してくださったけど、これはパパも聞き取れていなかっただろうな。私は正直早く終わって出てってくれないかななんて思っていたわ。見れば部屋の片隅に小さく畳んで揃えられた浴衣が4着。どうしてもこれを着なきゃいけないのって思いながらも、パパに倣って恐る恐る袖を通してみたの。きめ細やかなザラッとした中間の不思議な肌触り。思っていたよりずっと風通しが良くて、何より軽くって。もっと下、腰の位置で結びなさいとアドバイスされて、一応それなりに着こなせたかな。悪くないみたい。着心地いいかも。こうなると勝手なもので、それまでの不安な気持ちが一気に楽になった気がしたわ。部屋を見渡してあれこれ確かめる余裕も出てきたことで、まずは室内チェックからスタート。日本茶を入れる急須とか、瀬戸物の湯飲み茶碗とか、ホテルとは違って縁側の窓が大きく開くことなど、初対面と発見の連続で一気にテンションが上がったわ。窓越しに見下ろす風景の中に私たちが歩いてきた道が見えて、そんな温泉街の風景が名作映画のワンシーンみたいで、ちょっとだけヒロイン気分だったかも。私の温泉旅館に対する苦手意識はずいぶん小さくなっていたみたい。それでもやっぱり引っかかっていたのは、この後向かうことになる大浴場。それでもここまで来たなら覚悟を決めるしかないと自分に気合を入れていたわ。気持ちいい、最高、これぞ天国。何度も何度も繰り返していたのは、自分でもびっくりの私自身。親切な日本の方たちが身振り手振りと片言の英語と日本語で、右も左もわからない私たちにいろいろ教えてくださって大感激。さすがに女湯には入れないパパから一応あれこれ教えてもらってはいたけれど、そんな予習も必要なかったわ。日本のお風呂はとにかく暑くって、もし3人大騒ぎになるところだったけど、迷惑をかけてはならないと少しずつ体を沈める時間はズバリ我慢大会。奥歯を噛みしめて全身に力を入れていたんだけど、慣れてくると筋肉と心が同時にほぐれていくのが分かったわ。次に体の芯からじわーっと汗がにじみ出てくる感じも、これまた初体験。強引に汗を絞り出させるサウナとは全然違って、包み込むように優しくて力強い感じだったわ。こうして一気に大浴場が大好きになった私たち3人の視線は、ある浴槽をロックオン。あの日動画で見た赤銅色のお湯がこっちへおいでと手招きしているようだったわ。これはもう入るしかないでしょう。先陣を切って駆け出そうとした妹を落ち着かせて、3人並んでせーのと左足からゆっくりと体を沈めてみたの。
カフェオレとトマトジュースをブレンドしたような色のお湯は思っていた以上に濁っていて、自分の足首から先がすぐに見えなくなって結構焦ったりして、ぬるっとした感触も想像以上だったけど嫌な感じではなかったわ。昼間嗅いだ硫黄とは違う不思議な匂いに包まれて、私は鼻で深呼吸を繰り返していたわ。ママの表情も天国って感じで、それが他の日本の人たちとそっくりで、なんだかおかしくって、妹と2人でクスクス笑ってしまったけど、きっと私たちも同じだったんだろうな。これまで私たちの入浴は、例えるなら洗濯機の汚れ落としって感じだったかも。シャボンを使って体の外側を洗い流してきれいになるためのエチケットだけど、この日初めて体験した温泉の入浴は、体の内側に溜まった疲れを絞り出して元気になるための健康法だと思ったわ。それまで知らなかった不思議な感覚。それより何より、お肌が魔法にかかったみたいにツルツルスベスベ。妹と触り合って大声を上げてしまって、ママにシッと注意されて、揃って肩をすぼめてからもう一度小さくキャッ。部屋に戻れば、パパが縁側の椅子でビールタイムを楽しんでいたわ。金髪に青い目の日本人みたいな雰囲気がなんだか別人みたいで、パパって思わず尋ねてしまったの。そんな私に向かって、そろそろ食事が運ばれてくるぞとパパが言った数秒後、少しだけ襖が開いたその瞬間に、白い指先だけが数本。一瞬めちゃくちゃ怖かったけど、続いて正座した和服姿のスタッフの姿が現れて一安心。横向きにスライドする和式の出入り口は、心臓に悪かったのももちろん苦笑いの素敵な思い出だわ。畳の上に座布団、その上に黒塗りの小さな一人用のテーブルのような容器のような物体が、これまたいきなり畳の上にずらり。地べたに直接座る習慣のない外国客には椅子を用意してもらえたみたいだけど、もちろん日本式でいただくことに。ホテルのルームサービスとはちょっと違って、レストランのコース料理のように時間差で次々と料理が運ばれてきたわ。小さなテーブルの上で固形燃料を使って一人前用の小さなお鍋を温める食べ方に、私たちはまたしても大興奮。早く食べないと美味しくなくなるぞと促すパパに、待ってよ、友達に見せるんだからと、妹と私はスマホと慣れないお箸を何度も持ち帰る大奮闘。家では好き嫌いが激しいのに、見たこともない日本料理は何でも食べるのねと苦笑いのママに、それはいい子なしと声を揃えた私たち。いつの間にか奥の部屋には4人分の布団がきれいに敷かれていて、夢の世界へはこちらからどうぞと優しく微笑んでくれていたわ。かすかな畳と木の香りが漂う中、私は心の中で誰かさんにそっと尋ねていたわ。日本の温泉旅館は苦手だから行きたくないと内心ごねていたのはどこの誰だったかなって。日々進化を続ける情報化社会と言われて久しい今日、外国の文化や風習を間違った先入観で捉えて紹介することも圧倒的に少なくなりました。それでも一方通行で届けられる断片的な情報と、以前から抱いていた先入観や誤った知識が混同してしまえば、残念な苦手意識につながりかねません。ちなみにスージの場合、子供の頃に偶然足を踏み入れた柔道場の青畳の硬さと汗の匂いがそのまま日本のイメージとなっていたようでした。見ると聞くとは大違い。
自身の五感で外国を体験できる機会は発見と感動の宝庫です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。